朝から少し気になる話があるのだ。数字が一つ動くだけで見え方が変わることもあるのだ。ほんとね、最初の印象と後からの修正で受け止め方がガラッと変わるわ。じゃあ、その数字が動いた話からいこう。 WHO はクルーズ船で確認された感染者を9人から8人に修正したのだ。 WHO は世界保健機関でアメリカで一度陽性だった人が後で陰性と確認されたかららしいわ。一人分でも数が変わると印象が全然違うじゃん。じゃあもう安心って見ていいのだ。そう単純じゃないわ。変異がないかと一般に広がるリスクが低いかは別の話よ。船に残ってオランダへ向かっている乗員にも症状がないって話だったし、ひとまず落ち着いて見守る感じだよね。今回の焦点は感染が広がったかより検査結果を慎重に見直したところにあるのだ。数字を訂正するときって雑にしないで理由も一緒に出してほしいわね。例えばクラスの人数を数え直したら一人ずれてたみたいな話じゃん。小さく見えても意味は大きいよね。まさにそれなのだ。一人違うだけでも状況の受け止め方は変わるのだ。でも最初の数字だけで騒ぎすぎないのも大事ね。逆に変異が出てないかを見続けるのは必要だよね。そこが変わると話が一気に変わるし。みんなも更新される情報を追うのが大事だと思うのだ。一目の数字より修正理由まで見ると落ち着いて判断しやすいわ。一個の数字で空気が変わるのって本当あるじゃん。続いてはニューヨーク市場の話なのだ。ダウ平均が537ドル29セント下がったのだ。かなり重い下げね。米中首脳会談でイラン情勢に打開策が出なかった失望が広がったみたいよ。537ドル安って数字だけでひるむじゃん。市場の気分が一気に冷えた感じだよね。利上げ、レートハイクの圧も強まってるわね。先が読みにくいとみんな慎重になるのよ。FRB ってアメリカの中央銀行のことじゃん。そこが動きそうってなると余計に身構えるよね。債券市場ではアメリカ国債が売られて10年ものの利回りは一時 4.6% まで上がったのだ。国債が売られると価格が下がって利回りが上がるよね。数字がつながってるの面白いじゃん。さらに15日のニューヨーク原油市場では WTI の先物が一時1バレル106ドル台まで上がったわ。 WTI は原油の値段を見る代表的な目安の一つなのだ。原油が上がるとガソリン代とか電気代とか身近なところに来そうで嫌だよね。原油高でインフレが再加速するかもって見られたのが一番重かったわね。投資家は金利と原油の動きが重なるとリスクを避けたくなるのだ。確かにみんなで一斉に様子見する空気ってあるじゃん。そうなるとさらに動きづらいよね。日本を含めて長期金利が上がると暮らしの側にもじわっと響くわ。みんなも株だけじゃなくて原油や金利が一緒に動くときは生活への波も気にしたくなるのだ。ニュースの数字が株だけじゃなくて毎日の値段にもつながるってところが怖いじゃん。でも理由を追えばただの乱高下じゃないって見えてくるわね。最後は地震の話なのだ。15日夜宮城県沖を震源とする地震で宮城県では震度5弱を観測したのだ。午後8時22分頃ね。夜にあの揺れはかなり怖かったはずよ。夜の強い揺れはびっくりするじゃん。まず身を守るのが先だよね。気象庁は強く揺れた地域では1週間程度同じくらいの揺れに注意するよう呼びかけているのだ。石巻市、豊根市、大崎市で震度5弱、それに岩手や宮城の広い範囲で震度4や3も観測されたわ。東北だけじゃなくて関東甲信越や北海道、静岡まで揺れたって結構広いじゃん。震源の深さは46キロで太平洋プレートと陸側のプレートの境界で起きた地震なのだ。プレートって地面を作る大きな板みたいなもので境界では力が溜まりやすいから揺れが広がりやすいわ。机をちょっと押しただけでも全体が震えるみたいなイメージじゃん。場所が広いと余計に気になるよね。この地震は北海道三陸沖後発
あの注意情報は北海道や三陸沖の大きな後発地震に備える時に出るものね。今回はそこに当てはまらないけれど、揺れた地域の注意は続くわ。今日できる備えなら、家具の固定やスマホの充電かな。あと、靴をすぐ履ける場所に置くのも大事じゃん。夜に揺れると足元が困るから避難経路を思い出しておくのも役立つのだ。焦げると動けなくなるから、家の中を軽く見直しておくと安心ね。みんなも自分の場所でどれくらい揺れたか確認して、今日は備えを少し見直したいよね。さっきの株の話で一つだけ覚えておくと見やすいところがあるじゃん。株価って実際に売買が成立した値段のことなんだよ。希望の数字じゃなくて取引がまとまった数字なのね。そこを混ぜると見方がブレるわ。じゃあまだ成立していない値段は別なんだのだ。そうそう。売りたい人と買いたい人が出してるだけの値段は気配値って呼び分けるんだって。名前が違うなら意味もちゃんと違うわけね。それに始め値、終値、高値、安値があるから一日の流れも追えるじゃん。数字の並びを見ればその日の空気まで少しわかるのだ。今日は数字の修正も市場の揺れも地震の備えも大事だったのだ。一つの数字や1回の揺れだけで決めつけない方がいいわね。概要欄にリンクもあるから気になった話はそこも見てみてね。チャンネル登録してくれたら嬉しいのだ。また次回なのだ。